はマイクロエースの48分の 1T40E の仮組みなのだ。マイクロエースの48分の1は3機種目ですね。そうなのだ。ライデン、ヘルキャットと紹介してきたのだ。はいはい。ライデンは全オーリベット、オーモールド表現、ヘルキャットはオーモールドのみでしたね。今回の P40 はどちらでしょうか？ T40 は全面オーリベット、オーモールド表現なのだ。日本機以外のオーリベット、オーモールド表現は珍しいのでしたっけ？そうなのだ。T40 と P51 のみなのだ。今回このキットを選んだのは虎のマーキングに惹かれたのだ。ただ経年劣化でデカールの黄ばみがひどく、自作も考えたのだが、今回は塗装で再現できたらと思ったのだ。塗装？まあマスキング作成なんだけど、それは別動画で紹介できたらと思うのだ。はいはい。今回はこのキットの仮組みレビューまでね。そうなのだ。こちらはいつ頃のキットなの？1974年に大滝から発売され、現在はマイクロエースから出ているのだ。マイクロエースだと税込み1650円かしら。旧パッケージならもう少し安いかもね。以前紹介した通り少し値上げしてしまったのだ。 T40 は他社からもたくさん出てますよね。有名どころだけ紹介するけど、本当にたくさん出ているのだ。はいはい。まず1954年にオーロラからフライニングタイガース所属機、11年後の1964年にモノグラムから B 型、さらに10年後の1974年に大滝から E 型。これが今回紹介するキットね。そうなのだ。続けると1978年にレベルから E 型、1980年頃にホビークラフトから P40E。 ホビークラフトはこの後に別金型でも出すのね。そしてマイクロエースから1986年に E 型で登場。1990年には AMT からも E 型、そしてモーブから1994年にキティホーク3、1995年に N 型が登場するのだ。モーブは神戸のホビーショップが立ち上げたブランドだったわね。続けると1996年にホビークラフトから C 型、2000年にアリーの OEM でエアフィックスからキティホーク1、同年にホビークラフトの OEM でアカデミーから C 型、モーブの金型でエデュアルドから N 型。なるほど。ラストスパートで2004年にトランペッターから B 型、2005年に長谷川から E 型、2007年に AMT からの OEM でイタレリから M 型 N 型、2011年にホビーボスから M 型、2016年エアフィックスから新金型で B 型、2021年にアカデミーからモーブの金型で N 型となっているのだ。さすが1万4000機近く生産されている戦闘機、プラモデルメーカー各社から出ているのですね。そうなのだ。まずはパッケージ内容を確認するのだ。はいはい。パッケージイラストはアリューシャンタイガーと呼ばれる T40E なのだ。あれ？スピットファイアがいますね。そうなんだ。オーストラリア空軍で有名なエースパイロットの上記なのだ。アリューシャン方面でオーストラリア軍って参加してましたっけ？参加してません。ではこのスピットはイラストがおかしいと思うのだ。で、このシリーズのスピットはこのマーキングだったと思って横のラインナップを確認すると、確かに同じスピットですね。というかそうなんだ。 T40 のパッケージイラストが違うのだ。こっちは錦水線が書かれているのだ。どういうこと？アリーになってからパッケージイラストが書き直されたのかと。錦水線よりもラインナップにあるスピットをアピールしたかったのかしら？わかりません。横のラインナップは修正してないので爪が甘いなと感じたのだ。まあまあ。では中身を開けていくのだ。薄いグリーンのランナーが3枚、クリアパーツが1枚、デカールは 1.1 種類、組み立て説明書、塗装図、マーキングは 1.1 種類。ちょっと待ってください。何なの 1.1 種類って。本当は3種類だけど、ウプ主が買った中古キットはアリューシャンタイガーのデカールになぜかオーストラリア空軍機用の尾翼マーキングが入っているのだ。どういうこと？わかりません。アリューシャンタイガーのみに絞ったつもりが、関係ないオーストラリア空軍のデカールも一部残してしまったのかも。いろいろと爪が甘いですね。さらに言ってしまうと、組み立て説明書には3種類の貼り付け指示があるのだ。ついていないデカールの貼り付け指示はモヤモヤしますね。どうやら3種類全部入っているパッケージもあるみたいなので、販売時期によっては少ないデカールのもあるようなのだ。最初に操縦席なのだ。はいはい。
操縦席は操縦席床にケーキパネル、操縦桿、座席などのパーツを接着なのだ。48分の1だとちょっと物足りないかしら。パイロットは付属するのですね。そうなのだ。胸に穴が開いてたよりないけど。ケーキパネルは結構細かいですね。塗り分けできればいい感じになりますね。次にエンジンなのだ。はいはい。エンジン本体は左右貼り合わせでエンジン軸を挟み込むのだ。エンジンを支えるパーツを使って操縦席と合体するのだ。液冷エンジンを見せる感じで作ることも可能なのね。そうなのだ。次にプロペラなのだ。ふむふむ。プロペラは3枚ペラが一体となっていてスピナーをかぶせて終わりなのだ。スピナーもいい感じで尖ってますね。そうなのだ。次は主翼と胴体なのだ。いわゆるしの字ですね。胴体は左右分割で一体になった操縦席とエンジンと3パーツ構成のエアインテーク部分を挟み込んで接着なのだ。エンジン部分のカバーは別パーツなのですね。別パーツだけど整合性は意外といいのだ。それとカバー内側に排気管を接着するのだ。排気管はカバーにくっつけるですね。エンジンから出てるわけではないのですね。そうなんだ。3連ポイントなのだ。胴体は全面オーリベットでオーモールドですね。一部浅くなっている部分もあるので適宜掘り直すといいかもなのだ。ふむふむ。主翼はどうでしょうか。主翼は上下貼り合わせの3パーツ構成。裏に四脚カバーを接着する必要があるのだ。こちらのモールドも全面オーリベットでオーモールドですね。最後は尾翼なのだがいつもと同じでシンプルな構成ですね。次はクリアパーツや吊るし物なのだ。はいはい。キャノピーは開閉選択はできないのだ。背面パーツが別となっているので全部で3パーツ構成となるのだ。透明度はこのシリーズ標準並みのようですね。ちょっと傷とかがあるけど次は足回りですね。まずは左右四脚からなのだ。四脚はタイヤを含めて3パーツずつ。タイヤは物変わり四脚と接着して完成なのだ。カバーはすでに接着済みですね。次は尾輪なのだ。尾輪はタイヤと足が別パーツなので塗装が楽なのだ。なるほど。最後は武装ですね。武装は主翼中央下に増装もしくは爆弾を吊るせるのだ。なるほど。最後に総評なのだ。今回はマイクロエースの48分の 1P40E の仮組みレビューしたのだ。仮組み後の感想はどうでしょうか。パッケージイラストや組み立て説明書に指示がある。デカールがなかったりとミステリーな部分はあるにせよ組み立て後のプロポーションは良いと思ったのだ。整合性はおおむね良好だけど仮面の接合部分に隙間が生まれるのでプラ板やパテで埋める処理が初心者には面倒かなと感じたのだ。なるほど。ただ部品点数も少なくすぐに形になるので仮面の隙間が気にならないのであれば肩の力を抜いて製作できるキットかと思ったのだ。仮面は普段見えないですしね。それとデカールのアリューシャンタイガーの口部分の白がないのだ。ここは塗装なのでリカバーが必要となるのだ。3機種分入っているパッケージ版は白があるようですけどねも。ではでは動画を最後までご視聴していただきありがとうございますなのだ。チャンネル登録と高評価をお願いしますなのだ。次回以降も飛行機プラモデルのレビューを続けていくのだ。ではバイバイ。